簿記アニメ。ねえねえゆきちゃん、簿記って知ってる？もちろん知ってるよ。簿記ちゃんさ、今流行りのフリーランスってのになってみたいんだけど、簿記って勉強した方がいいのかな？そうだね。簿記3級くらいの知識は持ってた方がいいよ。3級は小さい会社の経営ができるレベルの知識だから、企業はもちろんフリーランスを考えてる人にもおすすめの資格だよ。やっぱりそうなんだ。でもね、この前簿記の教科書見てたら眠くなって閉じちゃったの。気持ちはわかるよ。ゆき1級持ってるから、よかったら教えてあげるね。ゆきちゃんすごい、ありがとう。あの廃校、この前買い取って経営してるんだ。そこで毎日勉強しよゆきちゃんって何者？というわけで、今日から簿記ちゃんはこの廃校でゆきちゃんに簿記を教えてもらうことになった。一番初めは何を勉強するの？まずは、簿記って何ってところから始めよ確かに言われてみれば簿記って何か説明できないな。う。簿記は簡単に言うと、会社の家計簿やお小遣い帳みたいなものだよ。じゃあお金が増えたり減ったりを記録すればいいの？そうだね。文房具を買った場合、お金が減ったことを出金の欄に記録するんだ。また別の日には商品を売ってお金が増えたことを入金の欄に記録する。こんな感じでお金の増減だけを記録する方法のことを単式簿記と言うんだよ。ちなみに確定申告で単式簿記を使うと白色申告になるよ。へえ、簡単で良さそうだね。簿記ちゃんもこれならできそうだよ。ただ、簿記には2種類あって、もう一つは複式簿記っていうよ。例えば、文房具をお金で買ってきた場合、さっきはお金が減ったことだけを記録したけど、複式簿記の場合はそれだけじゃダメなんだ。消耗品費っていう費用が発生したことも記録するんだよ。他にも商品を売ってお金で受け取った場合は、お金が増えたことだけじゃなくて、売上っていう収益が増えたことも記録する。こんな風に一つの出来事に対して複数の側面を記録する方法を複式簿記って言うんだよ。確定申告で複式簿記を使う場合は青色申告というよ。なるほど。お金の増減だけじゃなくて、なぜ増えたのかっていう理由まで記録するんだね。日照簿記で勉強するのもこの複式簿記という方法なんだ。複式簿記はフリーランスになった時に青色申告を選ぶことができるから、とってもおすすめだよ。でも、ちょっと難しそうじゃない？すっごくお得ってわけじゃないなら、簿記ちゃんは簡単な白色の方がいいな。確かに簡単なのは白色申告だよね。でも青色申告なら税金を計算するときに基準になる金額、すなわち所得から55万円も控除できるんだ。さらに電子申告をするとプラス10万円、合わせると合計65万円も控除ができるんだよ。控除って言うと難しいけど、要は所得からそれだけ減らせるってこと。その金額に税率をかけるから、すごく税金が安くなるんだよ。65万円？なんだかすごそうだね。よく社長さんとかが節税対策とか言って決算の時に無理やり費用を増やすとか聞いたことあるよ。でもその場合は費用を払う時にお金も減ってしまってるよね。正しい使い方ならいいけど、
税金を減らすために消費を増やすのは浪費と紙一重だからあまりおすすめしないよ。でもこの65万円の控除はお金は減らないのに所得だけを減らしてくれるものなんだ。例えば所得が300万円だったとしたら、そこから65万円を引いた235万円かける税率で税金を計算していいよってことなんだよ。なるほど。それは絶対にお得だね。それならボキちゃんも青色申告を頑張ってみるよ。このように日商簿記3級を学習すると、経営するときに必要な会計知識を学ぶことができます。これからますます副業、脱サラ、起業が当たり前の時代になるでしょう。このチャンネルでは、あと一歩で簿記3級が合格できない人、仕事が忙しくて勉強する時間がない人、資格はいらないけど知識だけは欲しい人などが楽しく簿記を学べるきっかけになれたらいいなと思っています。ゆきちゃん、今日は本当にありがとう。簿記の勉強をする気になれたのはゆきちゃんのおかげだよ。簿記を覚えると絶対にお得だから、簿記ちゃんがやる気になってくれてよかったよ。すっかり遅くなっちゃったから急いで帰らないとね。いやー、簿記思ったよりも楽しいかも。簿記ちゃんもこれでやっと OL 卒業かな。しかしゆきちゃんは一体何者なんだろう。